俺が2日間だけ泊まったあの怪しい無料住宅。あの場所では一体何が起きていたのか。退去通知を受け取った日、俺は不思議と大きく驚かなかった。半分開いたままの段ボール、床に積まれた郵便物、そして俺はろくに顔も洗えないまま漫画喫茶の個室ブースに座っていた。その時、その書き込みを見つけた。無料住宅が必要な方。掲示板の無料住宅の件でお電話したんですが、とにかく眠れる場所が必要だった。自分の車と呼ぶのも恥ずかしいような古い軽自動車に積める荷物は段ボール数個だけだった。ごめんください。こんにちは、石井さんですね。どんな事情があってもこの家を3日以上空けてはいけません。もし3日以上留守にする場合は必ず誰かに家を見張ってもらってください。この糸は絶対に開けたり近づいたりしないでください。それから夜に山から誰かに呼ばれる声が聞こえても絶対に返答してはいけません。掲示板にあの家の募集を出していた女はいきなり家の鍵を押し付けると、わけのわからない禁忌を次々と口にし始めた。俺はそれを田舎によくある脅し文句か何かだと思って聞き流した。最初の夜、俺はその理由を少しだけ知ることになる。窓の外で誰かが歩いていた。ゆっくりと家の周りを回るような足音。その向こうからすすり泣くような声が聞こえた。お母さん。そう聞こえた。人の声のようで人の声には聞こえなかった。俺は両手で口を押さえた。息を殺し、まぶたを閉じることもできないまま最初の夜を明かすしかなかった。朝になると井戸の蓋の周りだけ濡れた丸い跡が残っていた。俺はあの家について調べてみることにした。するとあの家を通ってきた人たちはみんなまるで誰かに押し付けるようにして次の住人を探しているようだった。そんな中で裏山に関する話を見つけた俺はさらに詳しく調べるため資料室にまで足を運ぶことになった。この家の裏山について何か記録はありませんか？資料室で見つけた古い記録にはあの家の裏山で行方不明になった子供のことが書かれていた。ここから先が空白なんですね。そしてその子の母親もまた数日後に井戸のそばで姿を消していた。一体あの裏山で何があったのか。2日目の夜、雨が降ると井戸の蓋が内側から押されているように震えた。窓の下からは息遣いが聞こえた。呼ぶ声は前の夜より近くなっていた。子供のように見えるその何かは少しずつこちらへ近づいてきていた。何が起きているのか確かめようと俺はあの女に電話をかけた。しかし繋がらなかった。エンジンは咳込むような音を何度か立ててそのまま止まった。バックミラーの中にはあの小さく濡れた影が立っていた。俺はハンドルに額をつけたまましばらく動けなかった。笑っていたのか泣いていたのか自分でも覚えていない。結局俺は山道へ上がった。懐中電灯の光の先に小さな石積みが見えた。風の中にいくつもの声が混じっていた。いや、声が風のふりをしていた。次の日の夜、俺はまた漫画喫茶の個室ブースに座っていた。手は勝手にキーボードの上に乗っていた。タイトルは